こんにちは。ギルクエソロの旅、パート19やっていきます。今回は、曰く付きの体験をぶん回していくよ。出ましたね。グランシャムシール。4G の発売以降、悪い意味で目立っちゃった武器ですね。あのローグレギオンと同じ攻撃力1392、切れ味は素手白30、スロット3未読。カタログスペックは悪くないんだが。悪目立ちの原因としては、主に2点あって、1点目は普通に他の剣でいいというところです。発売当初ならアーティラートやローグレギオン、イベクエアリならブラミラもあるからな。グランシャムシールは巧み紫銃ってのもあって、単純に物理性能が足りてないんだよね。もう1点はこれを担いでたプレイヤー側の問題ですね。先ほどの見た目のスペックが悪さをして、体験に詳しくない方たちがこぞってこれを作りました。この武器、作成は一発生産のみなんだ。一応、大砲玉とか使うからレアなんだけど。当然、詳しくないプレイヤーばかりなので、体験に合わない防具と一緒に装備されてたんですね。その結果生まれたのが、フルミズハニグランという名槌まみれの怪物ハンターだよ。ノリとしては、かつての古記者おにぎりとか、フルゴアエイムオブトリックと一緒だね。そして、この剣は地雷の代名詞のようになってしまい、見た瞬間にキックされるようになりました。スペック自体はそこまで悪くないので、かわいそうな武器ですね。前置きが長くなったけど、今回、それを真面目に使ってみようってことだね。いつもの居合セット、に、ボマー。なんで入れてんですかこんなの。しみったらついてきたんだよ。お守りが、タメタン6の爆弾強化7スロ3でさ。武器のスロ3と謎のシナジーを発揮した。なんか、役に立つどころか邪魔になりそうですが。まあ、何事も経験だからさ、この爆弾が新たな風を吹き込むかもしれない。それただの爆風でしょ。とりあえずやってみますか。相手としては、キリンアッシュをチョイスしたよ。勝手に起爆してくれそうな予感。設置の隙を刈られないように注意したいところです。本当は話も欲しいんだけど、そんなスキルに割く枠はないよ。本来ボマーの枠もないんですが。よーし、やっていこう。この武器、地味に透過ギミックあるんだよな。抜刀すると透明度ゼロになります。ナスチの剣らしくていいですね。初手の振り向きガチャは勝利。まずは抜刀ためでご挨拶だ。さすがに一発で起こります。抜刀切りの火力は白毛のログレギと同じですね。そう言われるとマシに思えるが、白30でなんとかなるだろうか。その分、毒がついてるんでしょうけど、キリンへの毒は通りが悪いです。毒のなりやすさはまあまあなんですが、効果時間がかなり短いんですよね。1回毒にしても60ダメージしか入らないからな。本当におまけ程度だよ。で、爆弾が。なんか突っ込んでくれたおかげでヒットしたぞ。完全に無駄にしたと思った。基本的に飛び道具にしか反応しないのが痛いですね。突進では素通りしてしまいます。逆に適当に置いとくのが一番有効っぽいね。隙ができたら武器の攻撃優先だし。冷た。このつらら地味に判定大きいから厄介ですよね。ダメージもバカになりませんし。でも大技使ってくれるなら OK。一生これやっててくれ。基本は前をうろうろしていきます。前方つららの回数に応じて討伐時間は短くなります。おお、どんどん使ってくれるな。これは当たり答えか。これは意外と早く終わるかも。しかも怒り解除のダウン取れたぞ。ダメージも普通に足りてるんじゃね。なんだよ、やるじゃんグランシャムシール。まあ、腐っても G 級古流の武器ですからね。正しく使ってあげれば普通にいい体験ですよ。性能だけで言うなら、もっとすごいネタ武器いくらでもあるしな。古流武器でも倍率250しかない非属性体験とか、バリエーション豊富すぎますね。よし、今日が乗ってきたな。どんどん設置しちゃうぞ。慎重にお願いしますよ。は？何もしてないのに爆発したんだが？あんたが爆弾を置くからでしょ。PC 初心者みたいなこと言わないでください。しかし、爆弾の位判定ってでかいんだな。つららの当たり判定がでかいとも言うけど。よくあれで突進に反応しませんね。物理的な衝撃には鈍感なんでしょうか。でも、ハンターの武器とか石ころには反応するからな。この世界の爆弾には謎が多い。地味に次元式だったり飛んだり、いろいろ種類がありますね。水中で使えたりもするしな。まだ技術は進歩しそうだ。あ、今の爆弾は当たりましたね。つららの判定出る読みですか。ダメが入らない隙なら爆弾のがダメージ出るしな。意外と悪くない選択だった。下から入るつららはちょっと持て余し気味でしたし、
これも一つの回答なのでしょうか。ただ、普段爆弾なんか使わないから、全然適当に置いてるけどね。その割には命中してますね。全部キリンの自爆ですが。前回も話したけど、キリンって意外に芸人気質だから当たりにいってんのかもね。さすが古竜だけあって、芸の幅が広いな。我々が勝手にキャラ付けしただけですが、爆弾の相性は本当に悪くないですね。これが睡眠爆破とかになると、息切れして厳しそうだけどね。昔はスタイリッシュボマーなんて戦法もありましたが、最近は効かなくなりましたね。単純に、ハンター側の強化が著しいからね。爆弾はどこまで行っても固定ダメージだし、爆発してるだけで絵面が面白いってのはあるが、今もコンガが爆発に巻き込まれてます。人騒がせな戦法です。ワイルズは爆弾転がせるようになったよね。絶対悪さするやつ出てくるよ。あ、キリンが起爆して怒ってます。実はストレス溜まってたようです。空、スタンいただきました。本当に順調ですね。シンプルにプレイがうまくいってるわ。爆弾が作用してるかはわからん。実際のところ、それなりのダメージソースにはなってると思いますよ。2等区へのキリンは低体力ですしね。睡眠爆破の話だけど、キリン1頭なら通用したりするのかな。どうでしょうね。我々はキリンは右ラーしか持ってませんから。あ、しまった。全身雪まみれや。これ、雪向こうの方が価値がありそう。発動余地ないですけど。いてて、なんか不自然に判定膨らまなかったか今。移動ですね。助かりました。さて、2エリア目、結構削ったと思うんだが。悪くないタイムでそうですね。ああ、これは良くないタイムが出そうだ。今ラー合流したでしょ。爆弾の調合素材のせいで煙玉切ってましたね。これは逃げるしかありません。くそ、ここでキリンが古竜というのが響くな。肥やし玉嫌がれよ。で、爆弾も最後の1個ですね。とりあえず自然に分断するのを待ちましょう。さて、そろそろいいかな。結局、1分半くらいロスになりましたね。キリンはあとどのくらいでしょうか。これですぐ終わってくれれば、グランシャムシールの評価がちょっと上がるんだが。今、ちょうど10分経つくらいなので、合流ロス加味して8分で倒せればまあまあです。スタートの期待値が低いからな。あ、終わりました。本当にあと少しだったんですね。合流がちょっともったいなかったが、グラン君意外とやるじゃん。さ、あとはラージャンをじっくりやるぞ。爆弾はないから普通の狩猟になるな。ラーは爆弾の相性悪そうですね。ビーム撃つときは止まってるし。しかし、今更ながらスキルをガチで組んできてよかったよ。はじめはフルミツ吐くんでやる予定だったんですが、しょうもなさすぎてやめましたね。地雷装備がどんだけ弱いかより、どのくらい輝けるのか、に持っていきたかったんだよな。持ってみたら、意外とちゃんと強くて満足してるわ。久々にグランシャムシールのステータス見ましたが、記憶より100くらい攻撃力高かったです。当時の印象が強すぎて、実態以上に悪く思ってるのはあるよね。ほんと、どの武器が地雷判定されるかわからんな。一つ作りやすいってのはありそうですね。エイムオブトリックも生産だし。ゴマ武器は、メインモンスにしては癖がある性能してるしね。まあ、階段階では間違いなく強いですけどね。上位以降は武器種により評価分かれるイメージです。あんまり他にない性能だよね。ガルレガ武器の竜属性版みたいな。倍率低めのメインモンス武器って最近ないですね。高倍率で属性付きが多いです。アルシュベルト君にも期待してるよ。あと1ヶ月ちょいで発売か。なんか発売日発表からあっちゅう間でしたね。年明けたらもう2ヶ月切ってましたし。2月末か。花粉対策して臨まないとな。今年のスギ花粉は量多いらしいですからね。あ、解除ナイスです。花粉対策だけど、投稿者は今年レーザー治療というものにチャレンジしているよ。レーザーで鼻の粘膜焼いてアレルギー反応を起こさないようにするんですよね。昨年12月に仕込んでおいたので、今年の春が楽しみなようです。治療中は、ガチで鼻を焼くから焼けた匂いと煙が出るんだけど、魚を焼く時の匂いがして、ちょっと食欲湧いたんだよね。ただ、麻酔を貫通して結構痛かったので、ちょっと人を選ぶ手術でしたね。今年は、動画の活動もあるから花粉の対策は重要だからな。ワイルズ以外にも、スイッチ2の発表もあったし。ありましたね。体験会が4月ってことは発売は6月くらいでしょうかね。
初代スイッチも1月に発表会で3月に発売だったよね。気が早いけど、ワイルズ以降のモンハンについても期待しちゃうよな。スイッチの路線を継承するっぽいですし、過去作の配信ぜひやってほしいですよね。もちろん、まずライズ系統の新作が優先でしょうけど、スペックの噂を聞いてる感じだと、ワールドなら無理なく移植できそうだしね。それ皮切りに色々来てくれたりすると胸熱だよ。期待するだけならただですしね。少なくとも2025年は色々面白い年になりそうです。で、散々雑談しましたが、ラージャー戦の守備はいかがでしょう。今のところ何ら違和感ないな。スキルがいつも通りだから当たり前なんだけど。ただ、レギオンの白と同等ってことで言うと、多分、転倒はため2発で狙えないね。毒で多少ダメージは稼げると思いますが、極限したら治っちゃいますからね。この仕様ね、ほんと毒ってかわいそうだよな。トライ G の頃は結構輝いてたのに。トライ G って爆破最強環境だったのによく毒で食らいついてましたよね。短期決戦の爆破、長期戦の毒みたいな住み分けだったね。我々もジョジョブラキのソロクリアではお世話になったな。ゆれピカ担いでましたね。懐かしいです。トライ G といえば水中は再び日の目を浴びることはあるのか。ラキア君にナバル君救われるといいですね。ほい、エリチェンしてこれで2回目の最強かな。転倒までが多少遅いものの、全然普通に攻略できています。仕様さえ噛み合えば、これが輝いてた世界線もあったでしょうね。まあ、それで言うと、大剣はほとんどローグとブラミラに食われてるからね。一部、キティ武器が担がれてるのは見たことあるけど。あと、T8 で採用されたのを見たのはマジオス武器でしたかね。あれも一応スムラ睡眠です。一応ですけど。忘却のオストラコンナー、紫20の睡眠200だったらもっと評価上がってたかもね。マジオス武器って体験以外だと割と人気ですよね。片手とか双剣とか。手数が多いとレギオス武器が噛み合わないからね。マジオスの長い白が有効なんだろうな。レギオス武器って強そうな顔してるけど、体験と弓が抜けてるだけだしね。ガンスも強かったと思いますが、まあ体験ほどではないですね。生産武器で格差があるのは 4G に限らないからな。グランシャムシールは話題に上がる分まだ救われてるとも言えるよ。それは確かに、作りづらくて性能も低かったら興味すら湧きませんからね。大剣の非属性とかいい例だよ。フレームミラブレイドは攻撃力1200のネタ武器だけど、一発生産ですぐ性能が確認できて、さらに1000で薬とさせてくれる。それと比較するとケチャーシュ体験が近しいですが、攻撃1008の日800ですか。面倒なケチャーシュを買って強化先見れた人、どれだけいるんでしょうね。こういう真に日の目を見ない武器たちがいるんだ。グランシャムシールはまだ幸せだよ。なんか無理やり納得させられたような。で、おそらくラーは休眠に入ったね。ギリギリ15分割になりそうかな。予想よりかは早かったですね。よいしょ。お疲れ様でした。お宝出てましたので向かいましょう。このクエ、我々が唯一持つ弓ボウガンなんだけど、もう一個くらいクエスト欲しいな。キリンアッシュはエクリプスボウが掘れるので見た目は満足してますけどね。もうちょいカロリー低めのモンスが欲しいんだよね。なんかいいクエ、倉庫にないかな。久々に一時保管のリスト見てみますかね。いい機会ですし。封じられしぶき、出なかったか。はい、報酬タイムです。紫色いいよ。ライトはよくわからんが。氷ですが覚醒でした。そして安定のゴミ詰まり。せめて外せるようにしてくれや。さて、お次はテオに行ってみようと思う。やっぱ、ドスコ流同士で決着つけてほしいし。ナスチならクシャルに行きたいところですが、あいにくクエ育ってませんからね。テオのリハビリも兼ねつつで行ってみよう。スキルはお決まりの真打ち構成です。ブラミラセットの流用ですね。テオ戦は、ラーより火力不足が心配だな。ブラミラと相当差がありそうだし。ステータスもそうですが、巧で紫10が厳しいですね。せめて20出てくれてたら。毒が常に通るのはいいんだが、物は試しだな。よし行くぞ。ドスコ流武器の意地、見せてもらいましょう。しかし、結局ブラミラと同じスキルになったか、ゼロさん生かしきれなかったな。巧み切って、スシロとして運用でも良かったかもですね。
その場合、ドギが必要になりますが。ブラミラ持ってた感じ。ゲージ30だと1エリアは絶対持たないからね。管理する要素を減らす目的で、今回は匠採用と相なったよ。さあ、最初の民さんです。何回で頭ひるみ取れるかが重要ですが。怒りはまだええけど、怒り字が心配だな。怒り字の頭は竜25だから、ブラミラの属性ダメージってバカにならないんだよね。とりあえず、2回で怒り移行はしましたね。紫ゲージの恩恵でしょうか。さあ、ダメ3回目。やはり3発では足りませんか。これはちょっと厳しい戦いになりそうです。これ4発でいけるかな。いけなかったらさすがに火力不足だけど。前方の輪です。テオ自体はいい個体ですが。4発入れてもひるまないな。これはグランシャムシールの弱いとこ出た。テオってひるみで行動をキャンセルして後隙をごまかしてるところありますからね。ダメージが心配なだけでなく被弾リスクの面でも不安が残ります。結局4発プラス1でひるんだね。いつひるむか不安になるレベルだったよ。あとは毒ダメージがどうかってところですが、テオは体力自体多いですからどうでしょうね。毒ダメージ自体は1秒あたり5で多い方なんだけど、体力16000もあるからなこいつ。まあそれでも 1% 削れるだけマシか。爆破と違ってひるみに関与しないのもネックですね。やっぱり 4G における毒は爆破を一回り弱くしたところに収まってる感じします。爆破はいいポジションに落ち着いたよな。トライ G で暴れ散らかしてた割には。トライ G はだいたい MH4 の2倍のダメージでしたね。蓄積値はその分多かったみたいですが。爆破についてはついてる武器も強かったからね。グロンドギナとかレイテンとかパチンコとか。陽覚醒が多かったですが、まず覚醒が優先されるレベルで強かったですね。属性解放スキルが一番輝いてたんじゃないでしょうか。なんなら爆破以外の属性も解放されてたよね。環境としては 4G とだいぶ違うね。トライ G は 4K より物理肉質が全体的に硬い傾向にあるのも影響してると思います。弱徳が肉質プラス5の仕様になったのトライ G からですが、採用率低かったです。弱徳に関しては発動難度の問題もあるけど、肉質面の硬さは確かにあったかもね。オーナとかわかりやすいよ。トライ G のオーナは通常時で頭45しか通らないからね。4のオーガは常に65も通りますからね。後ろ足も弱徳通るようになってます。オウガーシュなんて流行まといだと頭弱点じゃなくなるからな。その分属性の通りはいいみたいだけど。翼にカス当たりしました。この辺シンプルに下手ですね。そうだね。とっさの粉塵爆破にも反応できてないし、前方の場の誘発狙いすぎてるところあるな。誘発は距離によって使い分けたいところですね。至近距離なら狙わない方が良さそうです。一火器への対応もできないからな。これ狙うの難しいけど。今度は狙えるか。OK。これはいい感じに成功したね。この反転、入力大変なんだよ。一瞬でぐるっと反転するので、スライドパッドへの負担が半端ではないです。文字通り寿命を削って入力しております。貴重品なので勘弁していただきたい。テオ戦楽しいから好きなんだけど、3DS のダメージだけが心配だ。特にニュー 3DS の方は貴重ですからね。ちょこちょこ在庫を見てますが、どんどん高騰してます。ちょろっとネット見ただけだけど、新品だと5万近くするんだな。3年前に買った時ですら2万円台後半だったから、妥当っちゃ妥当だけども。手元には普通の 3DS も含めて複数台ありますが、壊れないでいただきたいものです。移動してきたぞ。まだまだ元気いっぱいって感じだ。全体的な立ち回りとしてはまあまあなんですが、ちょっとタイムが心配になってきましたね。こりゃ、ちょっと15分以内は厳しそうかな。半分はこっちの腕の問題なんだけどさ。この空中でぐるぐる回る攻撃、なんか間抜けで好きです。モンハンドスからある行動だよねこれ。他が進化してるから浮いてるよな。4のテオは地上の行動が非常に素早くなりましたが、空中の攻撃だけは据え置きなので、飛ぶともっさりして見えるんですよね。ただ、ブレスの火力は高いから油断はできないけどね。たまに舐めて研いだりして、焼かれて落ちったりしてるよ。ガエンブレスはどれも威力高いですからね。地上でもたまに焼かれます。龍炎まとってると射程がびっくりするほど伸びるしね。あれ食らうと萎えるんだよな。ブレスは怒り補正込みでも非怒りの方が攻撃力高いみたいですね。
火あられもついてくるんで、実は火怒りも危険だったりします。炎の削りダメージもバカにならないからな。怒り状態の方が楽なんだよね。ハイリスクハイリターンな仕様ですよね。こういうの我々の好みです。さっきの肉質の話と同じだよね。プレイヤー目線、殴った時の手応えが欲しいんだよ。4G は、その辺のバランスが良くて好きだな。モンスターが無駄に硬いのは疲れますからね。物理一辺倒の環境は問題ですけど。ワールドの時は、超高ぶっぱで OK みたいになったしね。バランスって難しいな。さあ、あれから5分以上経過し、15分割に突入です。やばいやばい。普通に、プレイが下手でぐだってる。ただ、プレイの質を除いても、やはり火力不足が深刻ですね。紫ゲージですら昼見に5発かかるの。テオ戦の実用ラインを下回っています。毒の恩恵も全く感じられなかったな。やはり攻撃属性には勝てんか。ようやく討伐です。とりあえずお疲れ様でした。タイムは17分台か。すまん、グランシャムシール、私には重かった。武器は透明で軽そうなんですが、使いこなすのはかなり難しいですね。クシャルだったら、もっと活躍できたでしょうか。いや、クシャルも頭ひるみが重要だからね。ブラミラの壁があまりにも厚すぎる。そうですか。気を取り直して報酬見ていきましょうか。さて、レア級たちが2本。報酬もしょっぱいの。はい。というわけで、グランシャムシール会でした。キリンアラーは割と良かったですが、テオ戦はダメでしたね。テオについては、スキル組がダメだった説あるな。多分、匠はつけない方がいいだろう。対テオで研ぎが必要なのは、ちょっと不便ではあるが。キリン戦は爆弾とか使えて楽しげだったんで、いい体験ができたと思いましょう。そうだね。まあ、数値なりの強さではあったけど、地雷御用達とするには惜しい武器だと思う。見た目はかなりいいですからね。気が向いたら持ってみるのも一興です。では、ここいらで締めましょうか。ほいじゃ、次の動画で。またね。